皆さんおはようございます。今日は旅の7日目です。今は林東省にいて、これからマップのように海沿いをバイクで走っていきます。荷物が多いので準備に時間がかかりましたが、旅をしてから1週間が経って荷造りもだんだんと慣れてきました。町から少し離れた場所には大きな塩の田んぼが広がっていて、ちょうど収穫の時期を迎えているのが見えました。今回は小さな塩の田んぼではなく、大規模な塩の田んぼを見つけました。市民たちが機械を使って塩を収穫している姿を見ることができました。塩作りの様子を間近で見られるのは貴重な体験ですね。今日の天気はあまり良くありません。ベトナム南部では乾季ですが、今日は空が少し暗いです。港がありました。港には海鮮が入った箱をたくさん見かけることができます。左に見える赤と白の門は南海の神の村と書かれています。ベトナムの海辺の漁村で長い間信じられている海の神様です。特にクジラが海の守り神とされ、漁師たちはこの神様に助けられると信じられています。特にめぼしいものは何もありませんでしたが、周りの海はとてもきれいで印象的でした。ここは黒い島、黒い岬と呼ばれる場所です。水がとても浅くて、石や岩などが黒色なのが特徴的です。海沿いを道なりに走っていくと、辺り一帯がお墓でした。しかもかなり範囲が広い墓地で、せっかくの綺麗な海も長居するのをためらってしまいます。お墓をよく見てみると、チャンやグエンなどの名字ごとにお墓が分かれています。おそらく家系や血筋ごとで同じ墓に入っているのだと思います。ちなみに王朝の時代は市民も半ば強制で同じ姓を名乗る必要がありました。そのためベトナムでは同じ名字の人がたくさんいます。道を走っているとたまたまキャンプ場を見つけました。この路地に入ってみましょう。大きな道から1キロほど離れたところにあります。至って田舎の道のようで、ここにキャンプ場があることに驚きました。キャンプ場に到着しました。壁にはたくさんのアートが描かれています。中はこんな感じで、とても綺麗です。目の前には海が広がっており、先ほどのようにとても浅くて、また遠くまで水が透き通っています。お客さんのほとんどが欧米系の外国人で、海の上で楽しんでいる人たちがとても多いです。正直、外国人がここまで遊びに来ることに驚きました。なぜなら、ここは観光地ではなく、交通手段がとても不便だからです。ここは欧米風の食事のみ売られており、今回はスパゲッティを注文しました。味は普通のミートスパゲッティで、値段は約15万ドンでした。みんなが遊んでいるのは風を使って空を飛ぶサーフィンです。すごいですね。このようなサーフィンの遊び方を初めて見ました。技術が必要なスポーツで、少し危険なようにも思います。オーナーさんから聞くと、このスポーツをするには10日間の訓練を受ける必要があります。訓練後、一人で遊ぶことができるようです。機会があればぜひしてみたいですね。正直とても面白そうです。本当はここでキャンプをしたかったのですが、オーナーさんによると風が強くて安全が保証されないので、泊まりのキャンプはもうしていないとのことでした。この辺は山を切り崩して道路にしていますが、
その切り崩した跡が両サイドに残っています。土が露出したままなので、雨の日はとても危険だと思います。今日は晴れていてとても良かったです。右側に見えるのはぶどう農園です。この辺りではたくさん見かけます。この地域は晴れの日が多く、ぶどう作りにぴったりの場所です。木や山が多くて自然が豊かで、とても空気がいいです。ツーリングがとても楽しいです。地元の人におすすめされたビンヒー村というところに来ました。見たところ、周りは人が少ないように感じます。ここはローカルな観光地となっており、たくさんのホームステイがあります。辺りをブラブラしてみますが、ここでは特に露店や施設などが見つからなかったので、別の場所に向かいます。空は真っ黒で、雨が降るかとても心配です。ヤギを見つけました。黒くて小さなヤギでとても可愛いです。とても大きな岩が絶妙なバランスで重ねられています。なんだか不思議で面白いですね。先ほどいたビンヒー湾が道路から見えてきました。上から見るビンヒー湾はとても綺麗ですね。道を走っていると綺麗な海をたくさん見かけることができます。湾の形になっているものが多いです。ほとんどの海が波の流れがとても穏やかで、水が透き通っていて、海の色がとても美しい青色です。キャンプをしたいのですが、天気が不安なので今回は断念します。この辺りは坂がとても多く、周りに人が少ないです。もしガソリンが切れたら本当に大変なので、次回からは予備のガソリンを持っていこうかなと思います。道の途中で休憩スポットを見つけました。ココナッツを注文してカップラーメンも食べます。昔ながらの夜間でお湯を沸かしていて、おじいさんやおばあさんのお話を聞きました。お話を聞くと子供はいないそうで、毎日ここでラーメンや水を売っているとのことでした。仲が良さそうで優しそうな可愛い夫婦です。普通のインスタントラーメンでも疲れた時に食べるラーメンは本当に幸せです。ココナッツジュースも最高ですね。軽食を食べた後は周りの景色を楽しみました。ここはチェックポイントにもなっていて、本当に綺麗な場所です。ここの優しそうなおばあさんの紹介で、海の上の船で海鮮が食べられる場所を教えてくれました。値段も手頃なのでぜひ行ってみてとのことです。その後、別のおばあさんが来て私たちを案内してくれることになりました。バイクでおばあさんの後ろについていきます。ここにバイクを駐車します。駐車料金は1万ドンです。船に乗るために港へ向かいます。案内してくれたおばあさんにロブスターを食べてみてと言われましたが、食べたいけどお金がないから食べれないなって答えました。案内をしてくれたおばあさんによると、今は海の時期で甘いウニがたくさんあるとのことです。1個3万ドンなのでたくさん食べたいですね。船が来ましたが、海賊の船ではないことを願っています。なんて、ルフィが海賊王になったら海も平和ですね。ここは優しいおばあさんの案内で安心して船に乗ります。船長さんにジンルンという店の名前のところまで連れてって行ってほしいと伝えます。船に乗って約10分で海の上のレストランに向かいます。船の料金は無料です。目の前には
海上のレストランがたくさんあります。まるでワンピースのサンジのレストランです。もしかしてサンジがいるかもなんて思ったりもしています。今回はなかなかローカルで面白そうな経験ができそうです。レストランに到着しました。船から降ります。帰りたいときはレストランの人に声をかければ船が迎えに来てくれます。カラフルなデザインでハンモックもあります。新鮮な海鮮がたくさんあってかわいいイカやウニが見えます。大きなイカもありました。そういえば日本のイカとベトナムのイカの味は違うように感じます。また値段もベトナムのイカは高く感じますね。今回はウニを4個生で食べました。このレストランには私たちしかいないのでリップな感じで少し高級感があります。メニューはそれほど高くありません。いい場所を見つけました。ウニと貝を追加で注文します。ウニの形が宇宙船みたいで面白いですね。ウニの身がたくさん入っていて美味しそうです。これはソーマイという二枚貝の一種で大きくて膨らんだ貝殻が特徴的です。甘みがあって弾力があります。ハオフンという牡蠣も注文しました。この牡蠣は聞き覚えがなくて店主によるとこの辺の特産品だと言われました。ざらついた貝殻が特徴で牡蠣の一種ですが見た目や中身はホタテそっくりです。味もホタテにとても似ています。今日の海のレストランは本当にどれも美味しくてお腹いっぱい食べました。本当はのんびりしたかったのですがもうすぐ雨が降りそうなので早めに帰ります。船長さんから聞くと多分今日はもうすぐ雨が降るとのことでした。早めに今日の泊まるところを探さないといけませんね。本当はヤチャンまで行きたいのですがここからかなり遠いので今日は途中の栄えている町カンホア省カムラン市でホームステイを探していきます。この細い路地の中を進んでいきます。少し上り坂になっているようです。ホームステイに到着しました。実際に下見をしてみます。トイレは白くて清潔で部屋がとても広いです。またベッドもあり冷房と扇風機も完備されています。新築に近い綺麗さがありました。ここの大家さんの雰囲気も良くて料金がちょうど良かったのでここで泊まることにします。部屋で休憩した後カムラン市の夜の街を散策します。何か面白いものがあるかな。このバイク旅を始めてから初のワインベイをいただきます。この店は大きくて人も多くて大人気でなかなか美味しそうです。ワインベイはベトナム中部のフエ発祥の料理で米粉を使った生地にエビや豚肉などを具材として乗せて蒸して食べます。小さなお皿で食べるのが特徴的でとても食べやすくてあっという間にたくさん食べてしまいます。国道を走って食べれそうなものを探していきます。今日は綺麗な海をたくさん見て良い日でした。次はいい天気の時にもう一度行きたい場所と思いました。それではおやすみなさい。メトライフキャンパスからお知らせです。ホーチミン市内でお困りごとはございませんか？ぜひメールにてご連絡ください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。